ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、私、ボイストレーナーつるさんが歌声分析をして衝撃を受けたナンバーアイの楽曲ベスト5、こちらをですね、総集編という形でお送りしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ私、つるさん、ナンバーアイに出会ってから約1年と半年が経ちました。その中でですね、35本ぐらいナンバーアイの楽曲の歌声分析動画を公開しております。その中で、どの曲もとても衝撃を受けたんですけれども、特にインパクトが強かった楽曲をですね、ランキング形式ベスト5という形でですね、今回編集してみました。どの曲が何位にランクインするのか、アイリーズの皆さんが好きな曲は果たしてランクインしているのでしょうか？そして一度見た方もですね、いると思うんですけれども、時間が経ってまた見てみると感想も変わったりすると思うので、そういうところも楽しんでいただけたらなというふうに思います。そして今回ランキングに入っていない楽曲の歌声分析動画、それらをですね、全部一つにまとめた再生リストっていうものもご用意しておりますので、ぜひチェックしていただけたらなというふうに思います。概要欄に URL を載せておきますので、簡単にね、再生リスト見れちゃうので、よろしくお願いします。そして今回の動画気に入っていただけた方はですね、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録を、そして高評価よろしくお願いしますね。それでは早速、ナンバーアイ歌声分析動画総集編ベスト5、最後までお楽しみください。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、ナンバーアイミニアルバム曲歌声解説シリーズ第1弾として、バナナ Take It Lazy、 こちらの歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ、この動画がですね、公開されているのが9月の19日木曜日だと思います。そして今週の土日月と3連休ですよね。で、連休が終わったら今度はナンバーアイのフルアルバムがリリースされる9月24日なんですけれども、ナンバーアイのですね、フルアルバムリリースを少しでも多くの方に知っていただくために、9月の21、22、23、この3連休はですね、3日連続でナンバーアイナンバリングの中から3曲選んで歌声分析動画をですね、連続で公開していきます。なのでぜひアイリスの皆さん、3日間よろしくお願いします。もうこれね、合宿だから、これフルアルバムリリース前合宿ですからね、皆さんぜひね、お付き合いよろしくお願いします。で、今回のバナナ Take It Lazy、 こちらコメントでリクエスト一番多かった曲なんじゃないかなというふうに思って第1弾として選びました。で、僕普段ね、ナンバリングの方結構ヘビーローテーションで聴いているんですけど、やっぱり歌声分析ということで音楽的な視点でですね、聴いてみるとまた新たな発見があったり、あ、こんなにすごいテクニック使ってるんだっていうふうにね、気づいた部分があったりで、さらにナンバーアイの歌声の魅力について知ることができました。そちらの方もできるだけ丁寧に、そして細かく解説しておりますので、皆さん動画の最後までぜひお付き合いよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと、現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、ナンバーアイバナナ Take It Lazy 歌声分析 GO！ まずイントロがいいよね。すごく温かい。今回もね、細かくいきますよ。最初ね、エッジボイス、ここがポイントかなって思います。Waking up、ここのね、
ザラザラって音からフレーズが始まるのがすごく切なくていいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、ここのねエッジがたまらないんですよ。最初岸さんですよね。もうね素晴らしい歌声ですね。次いきますよ。うん、あ、いいね。英語の発音が良すぎる。めちゃくちゃ発音いいですね。英語喋れたりもするんですかね。僕ね20代の頃は邦楽よりも洋楽を聴いていたんですよね。この英語のザクザクとしたようなね雰囲気がめちゃくちゃ好きで、いろんな洋楽聴いていたんですけど、いやー、ナンバーアイの英詞の部分がある曲って嬉しいですね。もう一回ね発音の良さ、アイリーズの皆さんの方がね詳しいとは思うんですけど、もう一回聞いてみましょうか。歌声も素晴らしいし発音も素晴らしい。最高ですよね。いきますよ。ほら、あ、そうそう、この辺からミックスボイスに変わってるんですよ。声の質感がちょっとねいい意味でこうふわっとしたっていうかね、そういった感じなんですけど、この後そのままミックスボイスが続くと思うので引き続き聞いてみましょう。ほら、今ね一瞬地声に戻ったけど、ちょっとまた高めの音域に行った時にミックスボイスを使ってるんです。こう地声とミックスボイスをねこうね交互に使ってる感じ、めちゃくちゃすごいテクニックですよね。次いきますよ。ナディナディプラス、こう最後のねこうふわっとした質感、これたまんないですね。もう一回聞いてみましょう。ほら、プラス、こうウィスパーボイスかな、息の音がねこう若干混ざってるような感じがしてすごくいいですよね。次いきますよ。そのままウィスパー、ほらこの辺ミックスです。ラララララ、ちょっと僕がねやると強いんですけど、こう鼻に多めに声を入れるとミックスにしやすいんですよね。そういった感じの歌い方してると思います。もう一回聞いてみましょう。ここ最後全部ミックスですね。先ほど言ったように鼻に多めに声を入れるっていう感じの歌い方です。いや、このね軽い感じがねすごく聴いていてね心地いいですよね。じゃあ次いきますよ。神宮寺さんかな。あ、優しい。いいね。これ優しい声の中に力強い芯があるっていう感じの歌い方でしたよね。で、全体的にちょっとこう弾んだようなニュアンスが出てるんです。タカタッタッタッタみたいな、こうタッタッタッタみたいなね感じのニュアンスが出てるんですけど、ここはですね全体的に一つ一つの音を短く切るスタッカートっていうテクニックを使っています。もう一回聞いてみましょう。タラタタ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 タみたいな、こういう感じのニュアンスでですね歌ってるんです。スタッカートっていうかリズムの取り方をですねタッタッタッタっていう風にリズムを取って歌ってるっていう方が正しいかな。そういうリズムの取り方で歌うとですねフレーズ全体がですねこうグッと締まったようなニュアンスが出てくるんです。それが今の神宮寺さんの歌のこう弾んだニュアンスを出しているテクニックって言ったらいいんですかね。そういった技術を使っています。次いきますよ。こう日本語になると先ほど言ったこうタッタッタッタのニュアンスが分かりやすいですよね。今のところね全体的にこうリズムの取り方がそのまま歌のフレーズにこう影響が出てきてるようなねそんな雰囲気がしていたんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらタッタッタッタっていうニュアンスがねこう聞こえてくると思うんです。こう言われるとねなんかねそれっぽく聞いちゃいますよね。だからね今のポイントすごく弾んだニュアンス分かりやすかったと思うんですけど、次いきますよ。裏声。わあ綺麗な裏声ですね。
で裏声の中にちょっとね息の音がこう混ざっていて、すごくねこうささやいているような雰囲気が出ています。裏声のウィスパーボイスかな。もう一回聞いてみましょう。このね裏声に息の音を混ぜるときはですね、口から裏声を出すようなイメージで歌うと息の音がですねこう混ざりやすいんですよね。ララララみたいな、今口イメージして裏声出したんですけど、これヘッドボイスを意識して、ヘッドボイスってこう頭のね響きをこう利用した歌声、裏声っていうのはねこっちをメインで使ってる方多いんですけど、その頭を響かせたヘッドボイス気味の裏声出すとララララ息の音がねこう目立たなくなってしまう。口だとララララ息の音がこう目立ってくるんですよね。声を出すイメージを変えるだけで声質ってこうガラッと変わってくるんですよ。次いきますよ。平野さんかな。いいね。やっぱね独特のこのハスキーボイスがたまらなくかっこいいですよね。その中に力強さを感じる声質というかね、もう一回聞いてみましょう。ないここねいいのこのしゃくりがねまたかっこいいんですよね。次いきますよ。このねバナナの言い方、バナナっていう風に一言一言で息継ぎをしてるんですよ。歌の中で息継ぎをするっていうのは言葉のですね意味が切れるんですよね。例えばこんにちは鶴さんですっていう風に言うと、こんにちは鶴さんですで一つの文章、こんにちは鶴さんですってやるとこんにちはで一つ、鶴さんですで分かれますよね。で今バナナを一つ一つの言葉をですね強調させるためにあえてバナナっていう風にですね息継ぎを入れてるんですよ。そのポイントもう一回聞いてみましょうか。ほらバナナっていう風になってますよね。いやこうすることによってねそのバナナっていう言葉がですねものすごくこうねインパクトが強くなりますよね。おそらくねそういう狙いがあったんじゃないのかなという風に思います。次いきますよ。こう日本語なのに英語的なね子音が強いポイントが要所要所にあったの皆さん気づきましたか？このね子音を強く出すことによって英語の時のノリと日本語の時のノリをですねできるだけこう近づけるっていうテクニックなんですよ。もう一回聞いてみましょう。痛いのところが痛いになったりね、ここが一番目立つポイントだと思うんですけど、そういうふうに日本語じゃなくて英語の子音に発音を寄せるっていうテクニック、結構ロック系だったり激しい曲を歌うボーカリストが使う発音テクニックなんですけど、平野さんここで使ってましたね。素晴らしいです。次いきますよ。この裏声から地声に切り替わった瞬間がね、裏声が綺麗なポイントで地声が切ないポイント、これ綺麗切ない綺麗切ないみたいなこの繰り返しがたまらないですね。もう一回聞いてみましょう。ほらこれたまらないね。いやもうなんかねすごく落ち着きますよね。曲調もそうだし3人の声もすごく聞いていて心地がいいじゃないですか。もうマイナスイオンがめちゃくちゃいっぱい出てるっていうかね、これ寝る前に聞いたらね絶対熟睡できますよね。そのぐらい癒し効果あると思います。次いきますよ。最後ねちょっと強めな声質に変わりましたよね。腹筋を使った声かな。もう一回聞いてみましょう。口もねちょっと大きめに開けているようなねニュアンスを感じますね。平野さんパートの最後のフレーズだからねちょっとこうインパクトを残しておくとかそういった狙いがあるのかな。次いきますよ。ごめんなさい平野さん推しの皆さん、ありましたね。すいませんでした。ここの
最初のうは裏声なんですよね。でその後にちっちゃいつが入ってうーうーっていう風に歌っています。これちっちゃいつを入れることによってこう一瞬ねクッてこう引っかかったようなニュアンスが出て、で次のねうーうーの最初の音がですねアクセントになるので、ここのね一つのフレーズだけでもすごくこう躍動感が出てるんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、うってなってますよね。躍動感っていうかこうね弾んだリズムを表現するために休符を入れたのかな。さっき言ったちっちゃいつっていうのは音楽的にはね休符を表現するためのテクニックなんですけど、ここのねこう引っかかる感覚がねたまらないですよね。次いきますよ。甘い声。踊り出すようなのこのなのところで口の奥をグワッて広げてるんですよね。Mr.Children のね桜井さんのフレーズの語尾処理みたいなテクニックを使ってます。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら踊り出すようなみたいなね、大げさにやるとねこんな感じで歌ってますよね。最初はね鼻腔共鳴って言って鼻の中の空間の響きを多めに使ってるんですよね。それを使った優しい甘い雰囲気、そしてなーってこうね口の奥を広げることによってねこう声の広がりを表現してますよね。この短いフレーズでねいろんな表現力を使ってます。次いきますよ。この瞬間、なんでもできるじゃん。かっこいいね。最初は甘い感じでいって、その後はこう声の芯をしっかり作ったようなね若干の力強さ感じますよね。先ほど言った口の奥を広げた声の出し方をですねその後も継続して歌っているっていう感じですね。もう一回聞いてみましょう。この瞬間なんでもできるじゃん。じゃーん。ここもね軽いちりめんビブラートって言われるタイプのビブラートを使ってます。ビブラートは大きく分けると3種類あって、大波って言われる演歌とかでねよく使うこうみたいなビブラートと、あとはこう小波っていうんですかね、こういうビブラート。この2つは音程を上下させることによって音を揺らすタイプのビブラートですね。で今神宮寺さんが使っているちりめんビブラートっていうのは腹筋タイプと言われるビブラートで、お腹をですねこうっていう風にこうお腹を揺らすっていうよりもなんかこう痙攣させるっていう感覚が近いのかな。あーっていう風にこうみぞおちの部分がねピコ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 っていう風に揺れるんですよね。これはもう感覚でやるタイプのビブラートなんですけど、今神宮寺さんそれ使ってましたね。ビブラートのとこだけもう一回確認してみましょうか。ほらほらじゃーん。これですね。これがちりめんビブラートってやつです。次いきますよ。強い声。おー、いやこれねなんでね僕今びっくりしたかというと、普段から聞いてるにもかかわらずね今ね分析してみて初めて気づきました。この長いフレーズをですね神宮寺さん息継ぎなしで歌ってるんです。最初の計画のところなんて結構高い音域なので、高い音域で息の量いっぱい使うんですよ。にもかかわらずここまでね長いフレーズを息継ぎなしで歌える、すごいですね。もう一回聞いてみましょう。計画なんて立てないこの愛になんてほらすごいですよね。いや相当練習したんじゃないですかね。やっぱりねいくら肺活量があるとはいえやっぱりね人間の体なので1回で吸える息の量って、ある程度は決まってくるじゃないですか。そうなってくると長いフレーズを歌うためにどういう風な練習をすればいいかっていうと、息の量のコントロールなんですよね。これ肺活量を増やすよりも難しいですから。なのでこういう息の量をコントロールする練習っていうのをめちゃくちゃやったんじゃないかなというふうに思います。次いきますよ。
いやいや、こんなに一気に音域が下がっていたんですね。いや、結構ここ1週間ぐらいですね、ナンバリングの方はねヘビーローテーションで聴いていたんですけど、やっぱりどの曲もね聴いていてこう心地よすぎて雰囲気をね楽しんでいたっていう感じの聴き方をしていたのかな。僕やっぱりこうね音楽的な視線で聴いてみると新たな発見がいっぱいありますね。でここのポイント、一気に音域が下がりましたよね。ここの対応力すごいですね。もう一回低音部分聴いてみましょう。ほらほら、No need to 結構低いですよここで。低い声ってこう声質が重くなりがちだったり、胸腔共鳴の響きが出過ぎてしまって歌詞がこうモコモコしちゃったりするんですけど、今のポイントすごく声がクリアでしたよね。こうするためには低い音ほど鼻に入れるんですよ。鼻に入れると No need to っていう感じになります。鼻に入れないと No need toこういう感じになります。鼻に入れる入れないでね全然声質変わってくるんですけど、今このテクニック使ってましたね。いやすごいです。次いきますよ。この英語の発音のこう子音が常に前に出てますよね。平野さんの Don't wanna move のこのドンとのこのゾとかジャスとか、この子音の強さがねめちゃくちゃかっこいいし、めちゃくちゃセクシーですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、しかもね声がものすごく優しいタッチなんですよね。Don't mucha chileta music friendly emotions groove こんな感じかな。僕がね近い声の出し方をすると、こんな感じになるんですけど、平野さんの場合はもっとねこうね鼻をピンポイントで狙ってね声を作ってる、そんな感じがするんですよね。ものすごく繊細な声の出し方、いやすごいですね。次いきますよ。こうね英語の方ものすごくこうねザッ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 っていう子音の後にこう日本語の歌詞が来るとやっぱりこうなんかまろやかな感じがするじゃないですか。ここがね聞きどころって感じがしますよね。想定外新展開をちょうだいっていうねこのフレーズがすごくこう聞きやすいというかね。もう一回聞いてみましょう。ほらすごくね日本語が聞きやすいというか、これがね英詞と日本詞が混ざった曲の素晴らしい魅力なんじゃないかなっていうふうにね僕は思います。じゃあ次いきますよ。この裏声のところもめちゃくちゃ息を使ってるんじゃないかな。しっかり息を吸って腹筋に力を入れていっぱい息を吐いたようなね、そんな感じの裏声に聞こえました。もう一回聞いてみましょう。Half a banana こんな感じの裏声でものすごく息の量をねいっぱい使って、もともとねハスキーな声なんですけど、さらにこうね息の音が目立つようなねそんな感じの裏声の使い方だったかなというふうに思います。じゃあ次いきますよ。いや岸さんの最後のサビこれさすがですね。すごく力強いし声のツヤ感も半端なく素晴らしいし、でリズムの捉え方もねバッチリですよね。もう完璧な歌い方かなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。かっこいいかっこいいね。これリズムの取り方がタッ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 っていう感じで歌ってると思います。普通だと Take it lazy babe こんな感じで歌うと思うんですけど、岸さんはですねこうタッタッタッタこのリズムの取り方で歌ってると思います。そうするとどうなるか、 Take it lazy babe こういう感じになるんです。普通の取り方だと Take it lazy babe 岸さんタイプトットットッTake it lazy babe ちょっとリズムにこうね歯切れの良さが出てきたと思うんですけど、リズムの取り方でねここまで歌い方って変化してきます。そういうね細かい部分の変化で歌の表現をこう広げていく岸さん素晴らしいですね。今の踏まえてもう一回聞いてみましょうか。
ほらほら。急ぐ必要はない。こうね、こういう風にリズム取ると音符の位置っていうのが分かりやすくなってくるんですよね。いやー、かっこいいですね。ここでね、前半とは違ってしっかりとね、胸腔共鳴の響きを使ってるので、声自体もすごくたくましくてかっこいいですよね。次いきますよ。発音が良すぎるね。思わず止めてしまいましたけど、もう一回聞いてみましょう。次いきますよ。岸さんはここはブレス入れてないですね。ブレスを入れない代わりに休符を入れてます。ちっちゃいつですね。バナナ、こういう感じですね。で、ちっちゃいつを入れるっていうのは息を止めるとちっちゃい「つ」を入れていることと同じような表現になります。息を吸うのと息を止める、これ同じじゃないのっていうふうにね、今話聞いて思った方いるかもしれないんですけど、これ全く別の意味になるんですよ。同じ無音なんですけど、歌の表現的には全く違う表現になってきます。息を吸うと言葉の意味が切れるし、息を止めると言葉の意味は切れずにリズムの歯切れの良さが出るっていうね、ニュアンスが全然変わってきます。もう一回聞いてみましょう。ほら、バナナって聞こえますよね。これはちっちゃい「つ」を入れてるから、しっかりとバナナっていう単語で聞こえるんですよ。歌って不思議ですよね。次いきますよ。これあれか、今聞いて気づきましたけど、声をね出す方向が前方向なんですよね。で、声を出す方向によってもイメージの話ですけど、声を出す方向のイメージを変えるだけでも声質って変わってきます。前方向に出すと力強い声になって、後ろ方向に出すと柔らかい声になります。今の岸さんの声はすごく力強い声だったので、前方向ってことになりますね。もう一回聞いてみましょう。すごくね、力強くてかっこいいですよね。そしてね、声質がやっぱりね、日本人離れしてるんですよ。ものすごくこうね、アメリカンのテイストの声質を感じます。次いきますよ。地声と裏声の切り替えがめちゃくちゃ滑らかですよね。境目がね、わからないっていうか、そのぐらい滑らかだったと思うんですけど、これはどういう風なテクニックを使っているかというと、さっき言った声を出す方向の話なんですけど、地声も裏声も同じ方向に出します。ラララララ、同じ方向に出すと滑らかにいくんですけど、例えばラララララってやると音程も狂いやすいですし、裏声と地声の境目はくっきりしましたよね。これも先ほど言った声を出す方向によって声質が変わるっていうところにつながってくるんですけど、裏声と地声の切り替えでもですね、こちらのテクニック使えます。もう一回聞いてみましょう。ほら、滑らか。すごく滑らかですよね。先ほど言ったテクニックね、気になった方にぜひカラオケ行った時使ってみてくださいね。同じ方向に声を出す、これですね。次いきますよ。声も子音も一番強かったんじゃないですかね。今のめちゃくちゃインパクトありました。もう一回聞いてみましょう。ほらー、すごく強くてね、かっこいい声ですね。この後はうーが来ますかね。うーだとね、よくわかんないですね。聞いてみましょう。いきますよ。ここのポイント、岸さんですよね。全部裏声ですね。裏声から地声に切り替えていた平野さんに対して、岸さんは全部裏声っていう感じです。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。あ、これはね、ハミング。これで歌ってますね。ハミングっていうのは、口を閉じた状態で声を出すことをハミングって言います。こんな感じですね。ハミングというのはね、ボイトレでもトレーニングの一つとして行うものなんですけど、口を閉じた状態で声を出すことによって鼻腔共鳴の響きがですね、捉えやすいんですよね。
で鼻腔共鳴の響きがですねこう増幅した状態で声が出るんですけど、そうするとこう優しい雰囲気だったりね、甘い雰囲気だったり、声質のね綺麗な部分っていうのはこう強調されたような声質になります。じゃあ次いきますよ。うい、あ、そっか、最後ねずっとこれが続くんだね。いいねいいねいいね。いいですね、やっぱりね。バナナTake It Lazy 歌声分析していきました。いかがでしたでしょうか皆さん。こうね軽くてふわっとした感じの曲調にナンバーアイ3人の歌声がめちゃくちゃ合いますよね。本当にね寝る前にこれを聞いて寝たらものすごくよく寝れそうなね、そんな感じのマイナスイオンを感じますけれども、やっぱりね普段聞いてる時とこうやってね分析して集中して聞くとやっぱ見えてくる場所が違うというか、やっぱ分析するとですね音楽的にこうねやっぱ聞いてしまうので、聞いてしまうっていうか聞くので、普段よりもねさらに細かいところに気づけますね。いやー素晴らしい歌声、素晴らしい楽曲でした。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですねナンバーアイゴートオフィシャルミュージックビデオ、こちらを見てリアクションをしていきたいと思います。鶴さんのラポネボーカルルーム。さあナンバーアイのリアクション動画なんですけれども、前回の稲妻が初リアクションでしたにもかかわらず、本当に多くの方から動画の方を見ていただきまして、そしてたくさんのアイリーズの方からのコメント、本当に嬉しかったです。そして一番びっくりしたのがですね、僕今まで、何組かねグループ系を中心にリアクション動画公開してきたんですけれども、初リアクション動画をするとですね確実にアンチコメントっていうのが一つは来ていたんですよ。にもかかわらず前回ナンバーアイ稲妻のリアクション動画公開したところアンチコメントゼロ、しかもアイリーズの皆さんのウェルカム感がものすごくて、いや本当に感動しました。そしてアイリーズの皆さんがですね揃いも揃ってこの曲がいいよとか、この曲のリアクションも見てみたいとか、そういう風にねリクエストまでいただいて、もう鶴さん頑張っちゃおうかなっていう風に思いました。なのでめちゃくちゃ嬉しかったので、今回はねリアクション動画なんですけれども、もし皆さんがご希望ならば次回のナンバーアイのですね動画の方をリアクション動画ではなくて歌声分析動画とかいかがかなというふうに思いまして、今回ちょっとねすいませんオープニング時間長く撮らせていただくんですけど、でリアクション動画と歌声分析動画何が違うかというと、リアクション動画では歌声についてはね表面的な部分しか今触れていないんです僕ですが、歌声分析動画に関してはボーカルスクールでもなかなかここまでは教えてくれないよっていう有料級の情報をですね動画で公開するような内容です。なので今までこちらのね鶴さんのラポネボーカルルームではラポネ所属の JO1、INI、MII、このね3グループをメインで動画公開してきたんですけれども、そちらのグループに関してはですねもうその歌声解説動画やってます。細かすぎる歌声解説っていうタイトルでですね動画公開をしているんですけど、もしアイリーズの皆さんからですねリアクション動画よりも歌声分析動画の方が見てみたいっていうコメントが多かったらですね、次回のナンバーアイのですね、解説動画は歌声分析動画にしたいと思いますので、もし歌声分析動画見てみたいよって方はですねコメントしていただけたらなというふうに思います。さあでは本題に戻ろうと思いますけど、今回はですねナンバーアイのデビュー曲 GOAT、 こちら2023年のですね12月31日に公開されて、現在の総視聴数がですね6900万再生、めちゃくちゃ人気の動画です。そしてデビュー曲っていうこともあってですね、僕もねナンバーアイのこと詳しく知っていきたいので原点からねこう聞いていきたいなと思って、今回は GOAT の方ですね選ばさせていただきました。どのような内容なのか非常に楽しみですね。今回リアクションする動画まだ見ていない方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。
鶴さんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きなラポネ所属アーティストと、そして現在鶴さんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速ナンバーアイ GO とオフィシャルミュージックビデオ見ていきたいと思います。さあ始まりましたよ。うわこのナンバーアイめちゃくちゃかっこいいね。これねやばいですね。デビュー曲でしょ。うわー凄まじすぎますね。これは続きいきますよ。じゃあこのね、うわかっけー。うわちょっと待ってくれ。すげえかっこいいね。すいません、さっきからねボイストレーナーのリアクションなのにかっこいいしか言ってない今回も。いやーめちゃくちゃかっこいいですね。それにしてもね、何回も言いますけど、いやーデビュー曲でこのねクオリティはすごい。もうイントロのねもう音色からかっこいいですよね。リズム系のね、そして歯切れのいいラップたまらないですよ。この入りはちょっとねもう一回ラップ始まりから流そうかな。いきますよ。ほらもうこのって常にねこのダミ声が入ってる音質、これがねかっこいい理由の一つではあるんですけど、そしてねこう重低音というかこの低音をうまくね使った声質、この組み合わせ最高ですね。次いきますよ。ういなるほどね。でちょっとね音域が上がった神宮寺さんのこのね少しいい意味で軽くなった声質、このね音域の上昇がまたたまらないですね。次いきますよ。おいか岸さんまた違う声質が出てきましたね。200種類の声質をコントロールするラッパー、歌い手っていうことでね、これからどんどん新しい声がね披露されていくんですかね。そういうところも楽しみの一つですよね。続きいきますよ。変わった早速来ましたね。今のも岸さんの声ですかね。でそろそろボイストレーナーとしての仕事をしようと思うんですけど、今の部分の声質すごく特徴的な声質でしたよね。先ほどの低音の声にちょっとだけ音域を上げて鼻に声を強めに入れてるんですよね。こういう感じの鼻にこう声を詰めるような、そんな感じの声の出し方をしてます。いや素晴らしいですね。次いきますよ。かっけこう声質の魅力がどんどんこう重なっていくような進み方、ナンバーアイの魅力の一つかなというふうにね僕は思うんですけど、で今の神宮寺さんの声の出し方はですね、さっき説明しそびれたんですけど、人の体には3つの代表的な声を響かせるポイントがあります。これ前回のね稲妻の時のリアクション動画見てくださった方は知ってると思うんですけど、胸を響かせた胸腔共鳴、そして口を響かせた口腔共鳴、そして先ほど岸さんが使っていた鼻に入れた声鼻腔共鳴、この3つが代表的な声を響かせるポイントです。でどこに重点を置くかによって声質が決まってきたり、声量の大小が決まってきたり、声のクリアさだったり声の雰囲気が決まってくるんですけど、今の神宮寺さんの声の出し方はですね、胸腔共鳴と言われる肺の中の空間をうまく使った声です。こちらを使うとですね、声がたくましいとか声質が太いとか、そして声量が大きくなる、こういった効果があります。次いきますよ。で平野さんの今の声はですね、神宮寺さんと一緒で胸腔共鳴をうまく使ってるんですけど、そこにですねうまく息の音を混ぜてるウィスパーボイス、こちらを使っていますね。
なので声の雰囲気としてはかっこいいんだけどどことなく囁いているような雰囲気がしていると思います。次いきますよ。この盛り上がりたまらないですね。すげえかっこいい。で、今のところからさっきの説明とはまたねちょっと違った声質になってます。ベースとなっているのは先ほどの胸腔共鳴の声の響きなんですけど、そこに息の音ではなく今度はですねダミ声の成分ですね。っていうこういうちょっとガラガラしたようなニュアンスをですね声に混ぜています。こちらの音はですね声帯で出している、要は喉で出している音ではなくて、この辺にある仮声帯という風な器官を使って出している音なんです。咳払いをした時にこうザラザラってなりますよね。この咳払いをする時に出ている音をですね声に混ぜると平野さんみたいにめちゃくちゃかっこいい声になるんですね。次いきますよ。こっからサビね。サビはね、ちょっとね、落ち着いて聞きたいので、一回これ止めますね。いや、もう曲のね、このアップダウンがめちゃくちゃ激しくて、すげえ聞き応えありますよね。超かっこいい。じゃあサビの手前に戻してもう一回聞いてみましょう。いや、楽しいなぁ。リアクションしててめちゃくちゃ楽しいです。次いきますよ。わー、このゆったりしたね雰囲気たまらないですね。サビって言ったら想像するのは一番こうね盛り上がってるような雰囲気をやっぱりね想像しながら曲って聴いちゃうと思うんですけど、そこであえてテンポダウンっていうね、いい意味で予想を裏切ったっていうね、この部分がめちゃくちゃねクールでかっこいいですよね。じゃあ次いきますよ。アンサー、ここね鼻にうまく声が通っててちょっとね艶っぽい感じの声質になってますよね。いやー、いろんな声が出てくるからめちゃくちゃ聞いてて楽しいです。次いきますよ。先日公開した稲妻のねズマズマみたいな感じのニュアンス、ゴートの場合はねゴー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 みたいな感じでこうねリズムがねめちゃくちゃ覚えやすいですよね。いや、曲によってこういうリズムの見せ場があるっていいですね。覚えやすいですもんね。いやー、作り込んでますね。次いきますよ。おちょい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 。もう岸さん登場するたびに声質が違いますね。これ目つぶって聞いたら誰が声出してるかわかんないですよね。で、この声質なんですけど、これはねあえて喉の空間を狭くするんです。喉に力を入れるとかそういうことじゃなくて、喉の空間をね狭くして鼻に 100% 声を入れるみたいな感じの声の出し方です。そして声質がね非常にユニークなんですけど、これ実はものすごいテクニックでミックスボイスという声を使ってます。地声と裏声の中間の声ですね。コントロールが非常に難しくて、歌の中でもねおそらく習得が一番難しいと言われているテクニックなんですけど、本当に声を自由自在にコントロールするんですね、岸さんは。いやー、素晴らしい。次いきますよ。うわちょっとすぐ止めちゃってすいません。もうねすごいですよ。このユニークな声を表現するためにものすごいテクニックをいっぱい使ってますね。先ほどのミックスボイスもそうですし、そして今の歌のリズム的な部分、全体的に激しいほどのスタッカートを使ってます。一つ一つの音をですねものすごく短く切って歌っているんですね。で、一つ一つの音を短く切るっていうと簡単にできそうなんですけど、短く切りすぎてしまうと言葉の輪郭が分からなくなってしまうし、でスタッカートが甘いとあそこまで弾んだようなリズム感が出てこないし、絶妙なスタッカートを使ってるんですよ。いやー、やばいねこれはね。次いきますよ。今ね巻き舌これみたいな巻き舌を入れてきてますね。いやー、アイデアのオンパレードだ。次いきますよ。
神宮寺さんの今のね、どっしりとした感じのラップに聞こえるんですけど、要所要所に休符が入っています。休符っていうのは音が鳴っていないポイントなんですけど、歌で表現するためにはですね、ちっちゃい「つ」を入れます。トラックとかやっぱりとか、こういうふうにですね、ちっちゃい「つ」が入ってくると、その後の言葉っていうのが強く出るんですね。これを音楽上ではアクセントっていうんですけど、このアクセントがある場所ない場所っていうのが生まれてくるから歌いんですね。今回ラップですけど、ラップに躍動感が生まれてくるんですよ。その使い方が絶妙ですね。次いきますよ。イケメンだね。ピンクが似合う男性ってなかなかいないですよね。平野さんめちゃくちゃピンク似合ってましたね。そして今の平野さんのポイントも全体的にスタッカートですよね。そこまで強くは表現していないんですけれども、さりげない感じにですね、リズムのアクセントが表現できるぐらいのスタッカートを使っています。次いきますよ。いやすごいね、岸さんの歌声は。こちらをね、先ほどの喉の空間を狭くしたタイプのね、声質を使ってるんですけど、ラップだと音程って分かりにくいから、どのぐらい音が動いているのかっていうのがね、把握しづらいんですけど、今ね、こんな感じで音域動いてますよ。いや、これはやばいね。次いきますよ。いいね。この神宮寺さんの、ね、余裕のある感じ、落ち着いた感じっていうかね、そのラップもいいですよね。岸さんがね、すごい暴れた感じのラップで、その後落ち着けるポイントが神宮寺さんのラップみたいな流れに今なってましたよね。いやー、いいね。次いきますよ。かっこいい。このね、サビの入りね、もうね、テンション上がりすぎて細かく止めて解説しちゃって本当にね、申し訳ないなっていうふうに思ってるんですけど、それだけね、僕が今ものすごくテンション上がってるっていうふうに思っていただけたら嬉しいです。いや、このサビの入りのね、テンポダウンした雰囲気がすごく中毒性がありますよね。なんかサビ待ってる僕がいますもん。すごくサビ聴きたくなっちゃう構成。次いきますよ。これが俺のアンサーみたいな感じですよね、こいつ。僕がやるとそんなにかっこよくならないですけど、で今低い声のアンサーで音をフォールって言って投げ捨てるじゃないですけど、一つの音から低音に徐々にあーっていう風に下げていくテクニックをフォールっていうんですけど、ここでエッジボイスと言われる先ほどのね、ダミ声と同じ期間の使い方なんですけど、違ったニュアンスをね、表現するためのテクニック、エッジボイスというものがあります。この音を歌声に混ぜる。アンサーっていう風にエッジボイスを使ってあげるとね、フレーズの語尾がめちゃくちゃセクシーになるんですよね。で、今の箇所がね、超セクシーだった。たまらないですね。次いきますよ。無音状態。おいこっからダンスブレイクが始まるのかな。無音だったからね、急に登場してびっくりしちゃいましたけど、すいません、ちょっと戻してダンスブレイクか見てみよう。最初からいきますよ。わー、かっけーこれはたまらないね。ダンスの知識は僕はね、あんまりないんですけど、若い頃にちょっとだけヒップホップ習ってたことはありますけども、ほとんどね、素人みたいなもんで。いや、このね、メリハリっていうかね、ヒットって呼んでいいのかな、楽曲のね、アクセントに対して動きをグッと合わせることをヒットって言うんですけど、そのノリがすごくかっこいいですよね。続きいきますよ。おいここで来るんだ。たまらない。これはやばいね。超テンション上がりますよ。5からもう一回聞き直していいですか？すいません。いやー、これは上がるね。じゃあ5からいきますね。いやー、ありがとうございます。
たまらない。これはね、めちゃくちゃかっこいいね。いや、実はね、さっきからね、鳥肌がね、やばいんですよ、僕。かっこよすぎてね、本当にかっこいい音楽とか、感動する音楽を聴くと、もう鳥肌止まらなくなるじゃないですか。今まさにその状態です。次いきますよ。わあ、激しいね。おい。いや、3人でここまでパワーのあるパフォーマンスってものすごいですよね。いや、かっこいいし、感動するし、たまらないですね。次いきますよ。巻き戻し、巻き戻し。これはなんだ？これはミュージックビデオ限定の音なのかな？この巻き戻してる感じ。これは音源で聞いてもこういう感じになってるんですかね。面白いですね。こう巻き戻して、どこまで巻き戻るんだろう。ちょっと見ますね。あ、終わった終わった。あ、まだ？おい。1回目のサビ？これ最初まで戻んのかな？どうなんだろう。わあ、面白い面白い。続きいきますよ。ソフトクリーム美味しそうだね。いきますよ。おい。もう最初まで行くんだ。これ最初。これ最初だよ。最初だよっていうか、もうすいません。もう見てる皆さんはもうね、どういう仕組みになってるのかってわかりますよね。僕初見なので、今ね、すごい楽しんで見てます。どこまで戻るんだろう。ここで終わりかな。続きいきますよ。あれ？終わり？なんか音鳴った。終わりですか？そういうこと？でもまだ動画の時間がね、30秒ぐらい残ってるんですけども、一アクションあんのかな？どうなんだろう。続きいきますよ。来た。こういうことか。巻き戻って、最初まで戻って、終わると見せかけて、まだあるよみたいなね。面白いね。続きいきますよ。これ全体的に声にね、エフェクトって言って、レコーディング上で行う音質処理がされてますよね。ちょっとラジオボイスみたいな。専門用語ではディストーションっていう音の加工の仕方をしてるんですけど、こういうね、加工音が入ってきてもやっぱりね、かっこいいですよね。次いきますよ。あれ、終わり？なるほどね。終わっちゃったよ。なんかあっという間に終わっちゃいました。いやー、最後まで仕掛けいっぱいでめちゃくちゃ楽しかったです。ナンバーアイゴートオフィシャルミュージックビデオを見ていきました。いやー、もうすごいですね。次から次へといろんな要素がね、こう畳みかけるようにこう重なってきて、もう目が離せないミュージックビデオですね。そして3人とも声が素晴らしいですね。で、岸さんの声質のバリエーションすごいなっていうふうに思いました。前回の稲妻のね、リアクション動画の時にアイリーズの方からね、岸さんの声質の種類はすごい多いんだよみたいなコメントね、何人かからいただいていて、今回はね、その辺注目して見たっていうのもあったんで、岸さんのね、声質すごく気になっていたんですけど、いや、本当にすごいですね。でもね、もっといろんな声表現しているっていうことですよね。ミュージックビデオだったりね、曲をこう聴くたびに、岸さんのね、声質に注目して聴いてみるのも楽しいかなというふうに思いました。てかデビュー曲でこのクオリティでしょ？もう爆発力がやばすぎませんか？いやー、もう今回ね、テンション上がりすぎて今ね、汗びっちゃりなんですけど、心の底から熱くさせてくれるボーイズグループナンバーアイ、今後もですね、全力で追っていきたいと思います。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、またもやアイリーズの皆さんからリクエストをいただきましたナンバーアイボンオフィシャルミュージックビデオ、こちらを見てリアクションしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ、今回リアクションをするですね、ナンバーアイのボン
こちらのミュージックビデオ、3ヶ月前に公開されたばかりなんですね。そしてこちらのボンがですね、ナンバーアイが9月23日にリリースするファーストフルアルバムナンバーワン、こちらのですねリード曲となっている楽曲です。ナンバーアイのリアクション動画もですね、稲妻、ゴート、そして歌声分析動画のブローユアカバー、稲妻がねハイパーバンドバージョンも公開したので、今回でですね5本目の動画となってます。もう早いもんですね。見るのが非常に楽しみです。今回リアクションする動画まだ見ていない方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。そして動画の最後にはですね、今後のナンバーアイのリアクション動画や歌声解説動画についてのお知らせをですねしております。なのでね、ぜひ動画の最後まで見てお知らせ聞いていってください。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと、現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速ナンバーアイボンオフィシャルミュージックビデオを見ていきたいと思います。さあ始まりましたよ。和風な雰囲気ですね。映像めちゃくちゃ綺麗ですね。入りからもうね、がっつり心つかまれてますよ。この後どうなるんだろう。いきますよ。かっこいい。今回もね、もう初っ端からかっこいいですよ。平野さんのね、この低い音域での男らしい声質に、プラス、ザラザラとした質感がね、乗っかってきて、この組み合わせめちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。ほら。いやー、この早口がまたいいですね。全体的にね、ザクザクしたような子音の発音の仕方、めちゃくちゃかっこいいですよ。次いきますね。ここの声は岸さんですよね。このね、特徴的な声質。っていう感じの、ちょっと口の奥をですね、平べったくして声を鼻に入れたような感じの質感。めちゃくちゃ癖になりますね。次いきますよ。なるほどね。今、神宮寺さんのかっこいい歌声から、また雰囲気はガラッと変わって、ここが B メロかな。展開が面白い。ちょっと戻して B メロ頭からいきますか。じゃあいきますよ。なるほどね。盆踊りの盆なのかな。ここでね、また和風な雰囲気がですね、すごいしてきて、この曲の雰囲気の変化がたまらないですね。めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。なるほどね。このね、スピードの変化もたまらないですね。さっきのね、B メロの入りで半分の曲のスピードになってます。これね、ハーフテンポっていう音楽用語なんですけど、今までのスピードからですね、半分のスピードになる。この変化のことをハーフテンポって言います。で、ハーフテンポからまた元のテンポに戻るっていうね、このスピードのね、変化がめちゃくちゃかっこいいです。次いきますよ。ほらほら。いいね。このね、3人が走ってるスピードと曲のね、テンポ感がマッチしてて、めちゃくちゃ見応えありますね。じゃあ次いきますよ。楽しい。きたー。サビでまたハーフテンポですよ。
やっぱりね、さっき言ったことと重複してしまうんですけど、このね、スピードのアップダウンがめちゃくちゃ癖になりますね。個人的にはサビで、こうね、どっしりとした感じを表現するのが、ナンバーアイの魅力の一つかなっていうふうにね、思います。次いきますよ。やばいね。めっちゃかっこいい。で、3人が踊ってるバックのこの光のね、これ松の絵なのかな？ここにもね、日本の和っていう雰囲気を感じますよね。いやー、いいね。次行きますよ。あ、いいね。またここね、印象的なポイントですよね。ボン、ボン、ボン。僕がやるとやっぱりかっこいい声にならないんですけど。で、ここの歌い方の特徴としてはですね、ボンっていう前に休符が入っています。で、歌で休符を表現するときにはどうするかっていうと、ちっちゃいつを入れるんですよ。これ前も説明したかもしれないんですけど、トラックとか、やっぱりとかのこのちっちゃいつですね。ボン、ボン、ボンってやると、ボンのボの部分がですね、アクセント、強い音に変わります。こうなってくると、曲にですね、声が乗ってくるんですよね。かっこいい雰囲気がめちゃくちゃしてくるっていうかね。次いきますよ。ほら。言われて聞いてみると、ちっちゃい「つ」が入ってる感覚わかると思うんですけど、ボン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 。こんな感じの雰囲気ですよね。このね、声のアタック感めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。あ、なるほどね。調子いいねみたいな、ちょっとね、可愛らしい感じをね、岸さんの歌声。また新しいね、声質をね、ここで発見しました。ほんと何種類声質持ってんのかわかんないですね。すごすぎます。次いきますよ。あ、いいね。ね、このね、神宮寺さんのね、やっぱりこの聞いてほっとしますよね。温かみがあるっていうかね。みんないろんな声の表現の仕方を持ってますよね。やっぱりね、岸さんがものすごくね、こう多彩なので、そこ注目されると思うんですけれども、神宮寺さんも平野さんもですね、場面に合わせて様々な声質使ってると思うんですよ。これはね、先週からナンバーアイの楽曲3曲リアクション動画とですね、歌声解説動画、こちらをね、公開して、で、今回の4曲目のボンでですね、やっとね、この部分に気づくことができたんですけど、本当にいろんな表現の仕方をですね、披露している。ここがすごいなっていうふうに思います。本当にね、並大抵の努力で、このね、テクニックだったり、表現の仕方身につけられるもんじゃないと思うんですよね。隠れたところでの努力量っていうのを感じますよね。努力の背景が見えてくるっていうか。いや、多分ね、想像できないぐらい努力してると思うんですよね。じゃなかったらね、こんな素晴らしい表現できないですよ。次いきますよ。平野さんのね、やっぱね、この声ね、かっこいいね。で、低音で、ダミ声、この、ラララララララみたいな感じのこうね、ザラザラした質感、プラス、ウィスパーボイス、息の音が混ざってますよね。ラララララララ。こんな感じの声質かな？多いのはね、ダミ声はダミ声だけとか、ウィスパーボイスはウィスパーボイスだけっていう風にね、こう区別して表現する方がものすごく多い中、平野さんはですね、これをこう混ぜ合わせた、僕はね、これ唯一無二の声の使い方なんじゃないかなっていう風に思っています。次いきますよ。あ、人形。あ、面白いね。まあ、面白い。面白いね。ここね、多分ね、ドラゴンボールの世界観じゃないかなと思います。これ多分神宮寺さんが均等に乗っていて、平野さんが空を飛んでいて、で、岸さんが、多分ね、これね、柱をね、折ったんですよ。柱を折って自分で投げてそこに飛び乗って空を飛ぶっていうね、ドラゴンボールのキャラクターのタオパイパイっていう
キャラクターがいるんですけど、そのキャラクターがですね、主人公の孫悟空のところに向かう時にね、柱を折って自分で投げて、それにこう飛び乗って向かったんですよね。で、平野さんのね、人形はおそらくこれね、武空術っていうドラゴンボールの中の技を使って空を飛んでます。多分ね、これね、ドラゴンボール好きな方は、そういう風に想像するんじゃないかなっていう風に思います。いや、面白いですね、ミュージックビデオの作りがね。次行きますよ。ああ、いいね。テキテキテキ。ここはミックスボイスを使って特徴的なね、声を表現しているポイント。声のね、バリエーションもすごく多くて聞きどころ満載だし、ミュージックビデオの作りも面白いしね。いや、本当に最高の作品を作ってくれますね、ナンバーアイは。じゃあ次行きますよ。今一瞬のね、時間が止まったような雰囲気、めちゃくちゃ好きです。ブレイクって言うんですけど、このね、ブレイク好きな方結構多いんじゃないかなって思います。そういうね、かっこよさありますよね。次いきますよ。お、あ、なるほどね。あ、うわ、もうね、かっこよさが押し寄せてくる。ラップでここまでかっこよさを表現できるって僕はね、すごいことだというふうに思っていて、やっぱりラップって言葉とリズム感だけで表現するものだというふうに思うんですよね。で、そこには分かりやすいメロディーとかってないじゃないですか。メロディーがあれば、そのフレーズによって雰囲気とかね、そこもね、表現できると思うんですけど、一般的なね、歌物のフレーズに比べてやっぱり表現できるポイントが一個少ないわけですよ。その中でかっこよさをね、ここまで表現できるナンバーアイ、素晴らしすぎますよね。じゃあ次 B メロいきますよ。あ、いいね。このところどころで入ってくる拳、これが和の雰囲気をね、さらにこう強調しているポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。素晴らしいですね。次いきますよ。あ、今見ましたか見ましたかっていうか、アイリーズの皆さんの方が多分僕よりもね、何回も何回もね、見てるんでわかると思うんですけど、振り付けがですね、盆踊りっぽかったですよね。歌詞の内容とね、振り付けをこうリンクさせてるポイントなのかなというふうに思いました。次いきますよ。ほら。わ、かっこいいかっこいいね、こううなずいた瞬間にサングラスがねこうスッと落ちてくる。いやこれねかっこいい。なかなかねうまくできないですよね。ここにあったサングラスをうなずいただけでこうスッてね。僕もちょっとサングラス用意して練習してみようかな。なんかねすごくやりたくなりますね。次いきますよ。あーいいね。あ、いい。こうね、アグレッシブなキスさんから、ホッとする神宮寺さんのね、声質。この流れね、やっぱ僕好きですね。次いきますよ。そう。この流れね、この流れなんですよ。先ほど言ったアグレッシブなキスさんから、ホッとする神宮寺さん、そして低音でねこう男らしさを表現する平野さん、この流れがね僕はねナンバーアイのねゴールデンラインなんじゃないかなっていうふうに思ってます。次いきますよ。いいね。おいや一気にね映像の雰囲気が変わりましたよ。これは荒野ですかね。次いきますよ。このやっぱりねこのパフォーマンスのこうグッっていう風にこう動いてるところももちろん素敵なんですけど、僕はねかっこいいと思ってるところはこうグッとねこう動きがピタッと止まるところ、曲のねアクセントに合わせてこうドンツッカみたいなこういうねなんか僕がやるとなんか面白いですね。全然かっこよくならない。ダンス練習しようかな。かっこよく踊ってみたいですね。そう話は戻りますけど、曲のアクセントに対してですね動きがこうピタッと止まるパフォーマンス、これを確かねヒットって言うんですけど、このヒットのポイントはですねめちゃくちゃ好きですね。超かっこいい。次いきますよ。
あ、ボンボンボン、これを覚えました。今一瞬で覚えましたよ。これボンボン、これもね、ボンのボンのところでこうボンっていう風にこう動きが、手が切れちゃうな、ボンボンみたいな感じになってますよね。これもヒットって呼んでいいのかな。ダンスのね詳しい方、ぜひコメントで教えてくださいね。次いきますよ。いいね。でこれ荒野かなって思ったんですけど、よく見るとなんか日本庭園の砂でこう模様を作るようなところあるじゃないですか。なんかあそこみたいな感じの雰囲気が出てるかな。こういうねところでも日本のね和のテイストっていうのをこう織り込んできてるところがやっぱねさすがですよね。次いきますよ。お、溶けた。お今回も来ましたね。こう考えてしまうポイント、幼少期。続き見てみましょう。なるほどなるほどなるほど。僕もね何かの情報でこう知ったことがある雰囲気っていうかね景色なんですけど、紙芝居ね。なるほど。続きいきましょう。あ、紙芝居の、あ、なんか3人ともすごくこうかっちりしてるね、髪型とかも服装とかもね昭和を感じるような雰囲気ですね。次いきますよ。ボンボンボンって書いてある紙芝居。おははは、なるほど。もう仕掛けがやばいね。これはね面白いですよ。見応えがねすごいありますね。次いきますよ。衣装がね、なるほどなるほど。紙芝居がまた始まるかと思いきや違うよみたいな、そんな感じですかね。で衣装がジャージっていうところもなんかヒップホップ感を感じてすごいいいですよね。次いきますよ。おい、なるほどね。紙芝居のシーンと踊ってるシーンがこうね交互に来るような雰囲気か。で今なんかね昭和の食卓みたいなセットありましたね。次いきますよ。あ、食卓じゃなかった。子供たちの目が少女漫画、キラキラした目でしたね。ほんとね一瞬しか映らなかったんですけど、そういうね仕掛けがねあるってすごいこだわってますね。次いきますよ。あ、茶道ね。なんか食ってる平野さんが今なんかおにぎりかなんか食べてましたね。いやこれ一瞬も目が離せないですね。次いきますよ。なんだこれ。なんかどんどん押し寄せてきますよ。で今ちょっとここに見えてるこの姿勢、なんか能とかかな。なんかこう扇子を持ってこうバーンってやつこの説明の仕方で理解できる人がいたらねすごいなって今やりながら思ったんですけど、能とか歌舞伎とかそういう感じかな。続き見ましょう。いやなるほどなるほど。なんか最後コントみたいでしたね。こうなんだろうこの動きっていう風に思ってもね、そのね考える時間を与えてくれない、これがねどんどんこうテンションが上がっていく仕掛けなのかなっていう風にね今ちょっと思いましたね。で最後ね上からたらいが落ちてきてちょっとユニークに終わるっていうね。ただ今回はねまだ10秒以上動画残ってるんでちょっと続き見ていきますよ。あ、なるほど。なんかほのぼのしますね紙芝居が終わったのかな。続きいきましょう。今日も紙芝居のおじさんたちはみんなが紙芝居のおじさん、雷になってる。雷になってる。なんか邪悪な雰囲気を感じますね。でこのナレーションの声はこれ岸さんかな。なんかちょっと岸さんのねこの鼻のこんなところで歌の専門的なね話するのもちょっと違うかなって思ったんですけど、岸さんのね鼻のこいつの使い方かなっていうふうに思ったんですけど、ちょっとね続きあと10秒ぐらいあるんで見ていきますね。ほらいますしかなってなかったけど、あ、エンドロール、あ、ほらほらほら松盆栽、そうさっきナンバーアイの3人がね踊ってるバックでこうね松の木の
光みたいのがあったんですけど、そう僕がちょうどイメージしてたのがこのね盆栽の松、これは光で表現してるのかなっていうふうに思いました。エンドロールですね。あとねもう数秒見ていきますよ。いや今回も内容盛りだくさんでしたね。ナンバーアイボンオフィシャルミュージックビデオを見ていきました。やっぱりねナンバーアイのリード曲はね内容豊富、めちゃくちゃかっこいいし、めちゃくちゃ仕掛けが多くてね見どころ満載だし、最後まで油断ができないミュージックビデオの内容、もうほんとね全部が素晴らしすぎます。でかっこいい部分あり、ユニークな部分があり、そしてなんかねさっきのドラゴンボールのシーンなんじゃないかって言ったね、ちょっとなんかこう思い出の片隅にあるような懐かしさもあったり、どの年代の方が見てもこう親近感が湧くようなね内容に作られてるんじゃないかなというふうに僕は思います。でラップもめちゃくちゃかっこいいしね、歌もめちゃくちゃ素晴らしいしね、結成してねまだ1年経ってませんけれども、もう日本最高峰のボーイズグループ、そう言ってもいいんじゃないでしょうかっていうふうにね僕は思います。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ナンバーアイブローユアカバーオフィシャルミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ今回の動画なんですけれども、いつものリアクション動画ではなく歌声分析動画です。これはね先日公開したナンバーアイゴートのリアクション動画の時に質問しました。リアクション動画と歌声分析動画どちらがいいかコメントでね教えてくださいっていう風な質問をしたんですけれども、その中で多かったのが歌声分析動画見てみたいっていう意見でした。でそれとはまた別にリアクション動画も歌声分析動画も両方見たいっていう意見があったり、リアクション動画を見てから歌声分析動画を見たい、様々な意見がございましたので、今回はリアクションをちょっと抑えて、その抑えた分歌声についての説明を長くっていう感じの動画の内容になっております。どこよりも丁寧に、そしてどこよりも細かくをテーマに今回の動画撮影しましたので、アイリーズの皆さんぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ今回はねナンバーアイのブローユアカバー、コメントの方でね R&B ですごく歌声が素敵な楽曲ですよっていう風に教えていただきました。今から聞くのが非常に楽しみです。今回歌声分析する動画まだ見ていない方はですね、概要欄にリンク貼ってありますのでぜひクリックして見てみてください。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速ナンバーアイブローユアカバーオフィシャルミュージックビデオ歌声分析していきたいと思います。さあでは歌声解説を始めていきたいと思うんですけど、歌い出しからですね流していきたいと思います。ですがこの動画の前半でね3人のねとっても素敵なシーンがあります。約50秒ぐらいかな。もうついついね見入ってしまうような素敵なシーンですので、ブローユアカバーのミュージックビデオ初めて見るよって方はですね、ぜひ概要欄の URL から飛んで最初から見ることをおすすめします。とっても素敵なシーンでした。じゃあ歌声解説始めていきたいと思います。いきますよ。素敵な入りだね。おしゃれな曲。本当にね R&B なんだね。本当にねっていうのは信じてなかったわけではないんですけど、稲妻とゴートを聞いた後だとなんかすごく新鮮ですね。そういった意味での本当に R&B なんだっていう感想だったんですけど、すいません、これ別に悪気があって言ったわけじゃないんです。続きいきますよ。リズムはかっこいい。Blow your cover。神宮寺さんの声すごく甘い声ですね。ここでね毎回多分説明してると思うんですけど、声の代表的な響かせるポイントが3つあります。胸腔共鳴と言われる肺の中、
口腔共鳴と言われる口の中で、鼻腔共鳴と言われる鼻の中、主にこの3つのですね響きで声質っていうのが決まってきます。で、今の声じゃあどういう風なバランスで出してるのかなっていうと、メインになってくるのは鼻ですね。ララ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 、こんな感じの歌声で、全体的にこうちょっとだけねこうため息のニュアンスを混ぜるような力の抜けた雰囲気が出てるかな。もう一回聞いてみましょう。ね、こう息の音が混ざってますよね。甘い月明かり遮ってみたいな、こうふわっとしたね感じが出てます。この息の混ざった声をウィスパーボイスって呼びます。とても素敵な声ですね。続きいきますよ。そして歌う時に口をあまり開けていないような感じがしますね。こう耳元でおそらくささやいているような雰囲気を表現しようっていう考えのもと、このね歌い方だったんじゃないかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。多分そういうことだと思います。言葉がね全体的にこうちょっとだけねいい意味でぼやけてるっていうかね、こう思わずこうねこうやりたくなっちゃうみたいな雰囲気がとても素敵だなっていうふうに思います。続きいきますよ。ララ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 ラ、この一番高い音のね声の鳴りがすごく心地よかったですね。ここのポイントで鼻に入れる声の量を増やしてるんですよね。もう一回聞いてみましょう。タタタ、ここねちょっとねちりめんビブラートって言われる細かいビブラートも入ってましたね。続きいきますよ。もうしみるね心にね。すごくいい声。途中でねエッジボイスって言われるこのあーみたいな、こういうの入ってましたね。これ R&B では結構使われるテクニックで、フレーズにね切なさだったりを表現するときに使うんですけど、もう一回聞いてみましょう。こうただのとこだーみたいな感じで入ってましたよね。これはねここにある仮声帯って言われるところをこう使ってるんですよね。こう咳払いする時のこの音をだーみたいな感じで、でその時に鼻にねこれも声入れると切なさを表現しやすくなってきます。次いきますよ。優しい声だね平野さんね。平野さんの今の声はですね、口の中の口腔共鳴、こちらがメインになってるかな。で口の中の空間をメインで使うことによって声に混ざってくる息の量を調節してるんじゃないかなというふうに思います。ラーみたいな、口意識すると息って声に混ざりやすいんですよね。多分ねそういうことなんじゃないかなと思います。もう一回聞いてみましょう。ラララララララみたいな、こんな感じの声質ですよね。で顔の表情はミュージックビデオの通り無表情で歌っていたと思います。声っていうのは表情によってすごく左右されます。明るい表情で歌えば明るい声になるし、暗い表情で歌えば暗い声になります。なので無表情で歌えば感情がない歌声になるんですけど、それが逆にねここのシーンではめちゃくちゃこう切ないっていう感じが出てますよね。いや素晴らしいですね。次いきますよ。で今回後半なんですけど、後半は先ほどの口腔共鳴メインからちょっとだけね鼻に声を入れたようなニュアンスになってます。鼻に声を入れることによって声質に若干温かみが出てきたかなっていう、そういう風にね思います。もう一回聞いてみましょう。最後のHer、ここのね R の発音がねすごく素敵ですね。めちゃくちゃ綺麗。いやーいいね、いい曲だね。リクエストありがとうございます。これでねまた少しナンバーアイのことをね知ることができました。次いきますよ。すごくね岸さんの声明るいですよね。岸さんの声はもう鼻中心ですね。
でおそらくなんですけど、今声質明るかったじゃないですか。でも多分岸さんね、表情を明るくして歌ってないんじゃないかなと思います。岸さんぐらい声質を自由自在にコントロールができると、無表情な顔でも明るい声質を出したり、明るい表情でも暗い声を出したりとか、そういうことまで可能になってくるんですよね。でこの辺はライブで見ないとわからない部分なんですけど、感情表現として暗かったり無表情なのに明るい声で歌うっていうのは、感情表現としては痩せ我慢っていう風な感情が表現できます。おそらくね、そういった意味合いを持ってこの声なんじゃないかなっていう風に思います。もう一回聞いてみましょう。歌詞の内容を聞くとね、多分そういうことなんじゃないかなっていう風に思いますね。いやー、表現豊かですね。次いきますよ。でここね、徐々に盛り上げていく感じね。クレッシェンドって言って、音楽用語ではクレッシェンドっていう言葉があるんですけど、楽譜の表記記号ですね。ここからこう徐々に盛り上げますよっていう風なね、こう何括弧っていうんですか、このひらがなの空みたいなやつ、なんかね、こんな感じのね記号なんですけど、それが出てくるとここから徐々に盛り上げますよっていう、それがねクレッシェンドです。今のところでクレッシェンドしてましたね。もう一回聞いてみましょう。そうですね、徐々に盛り上げていって最後のロングトーンにつなげてあげるっていう感じですね。前半よりも後半の方が声質がこうしっかりしてますよね。ここで胸腔共鳴、肺の中の声の響きを歌声に足しています。肺の中の響きがですね、声に足されると声質がしっかりする、たくましくなる、声が太くなる、こういったね声質の変化が出てきます。じゃあサビですかね、いってみましょうか。しみるね。すごくいいメロディー。すごく声質的にね、響きのバランスがいいですよね。胸腔、口腔、鼻腔、まんべんなく使っているようなニュアンスかな。すごく聞きやすい歌声になってますよね。もう一回聞いてみましょう。後半になるにつれてウィスパーの息の音はこう出てくるって感じかな。もうちょっと、こんな感じかな。さっきバランスがいいって言ったけど、鼻にやや多めって感じかな。3対3対4ぐらいかもしれない。でもね、全体的にこうまんべんなく使ってる感じですね。次いきますよ。これゆったりしたメロディーなんですけど、やっぱりリズムのアクセントがしっかりついているから、こうドンドッカンみたいなね、このノリにこう歌声がしっかり乗ってますよね。もう一回聞いてみましょう。もうちょっと冷静にはなれそうにないかも。こんな感じかな。雰囲気似てた？どうだろうちょっとね寄せる感じで歌ってみたんですけど、でも平野さんの歌声の方がもうちょっとねこうウィスパー感が出てるかなというふうに思いました。あまりにもねいいフレーズで思わず歌いたくなってしまいました。次いきますよ。いいね。このね掛け合いがかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。しっかりとねしたこう芯のある歌声の岸さんに対して、こうふわっと優しさを伝える神宮寺さんの歌声っていう感じのね、こうメリハリがある感じで、すごくね聞き応えがあるポイントだったかなというふうに思います。次いきますよ。かっこいい声だね。今の歌声は胸腔共鳴の響きをですね土台にして、ちょっとだけ鼻を狙ったような感じの声ですかな。すごく声がねたくましい感じ出てましたよね。もう一回聞いてみましょう。いい声だね。ラップの時の声とはねやっぱ全く別人って感じがしますよね。ララララ、こういう感じかな。声質的にね胸にこう声をね落とすような感じで歌ってると思います。次いきますよ。いやーこうねゆったりとしたねテンポ感がやっぱりねこうすごくこう癒されますよね。いやー素敵な曲だ。次いきますよ。僕まで小声になってしまっている今回は
からね、やっぱ R&B っていうことで岸さん大人っぽい声質のチョイスなんですかね。胸腔共鳴の響きがねやっぱ多いですよね、先ほどと一緒で。もう一回聞いてみましょう。ララララ、あ、こういう感じか、こういう感じだね、声質的にね。胸腔と口腔が中心かな、ここは。鼻腔が今回はねあんまり入ってないかなっていうふうに思います。次いきますよ。いや、いい声だね。やっぱ低音域っていうことで胸腔の響きが中心になってますね。胸腔の響きっていうのは低い音域の方がね使いやすかったりするんですよ。で、高い音域になってくると鼻腔の方がね使いやすくなってくるんですけど、もう一回聞いてみましょう。フレーズの最後ね、ラララララ、このねちりめんビブラートがねすごいセクシーですよね。次いきますよ。タガタガタダのここねぐわっとこうね盛り上がる感じがすごく素敵ですね、神宮寺さん。やっぱりこうね聞いていて落ち着く雰囲気ありますよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。で、歌詞をねものすごくこうはっきりと発音しているので言葉が聞き取りやすいから感情もねこう伝わりやすいっていうかね、すごく伝わってきますよね。次いきますよ。今メロラップっていう感じのフレーズだったのかな。言葉のリズムが結構細かかったですもんね。やっぱメロラップか。もう一回聞いてみましょう。やっぱこうねゆったりしたリズムの曲の中でこういうねスピード感のあるフレーズがポンって入ってくると曲全体としてはねこうメリハリっていうのがはっきりしてきますよね。次いきますよ。だいぶ音域が低いですね。で、低い音域っていうのは言葉がこうね重くなりがちなんですよ。ラーラーラーみたいな、皆さんみたいな感じでこう言葉がね重くなりやすいんですけど、歌を歌う時にそういった場合は低い音ほど鼻に入れるんですね。さっき高い声は鼻腔使いやすいっていう風な説明したと思うんですけど、低い音域で高い音域の時に出てくる響きを使うことによって言葉がはっきりしてきます。皆さん、これがね低い音がすると鼻に入れると皆さん、こういう感じになります。全然声質変わりますよね。で、平野さんは今のところ低い音域なんですけど鼻の響きを使うことによって声質をクリアにするっていうテクニックを使ってますね。もう一回聞いてみましょう。最後の音とか特にね伸ばして鼻にこう声を入れてね声質をクリアにしてますね。次いきますよ。いいね。やっぱこのサビ前のねこう徐々に盛り上がっていく感じがねたまらなくかっこいいですよね。で、平野さんもですねこの盛り上げるポイントで胸腔の響きをしっかり出して力強い声を表現しています。もう一回聞いてみましょう。ね、すごくこう強い声ですよね。しっかり腹式呼吸で息を吸って腹筋に力を入れて胸腔の響きを使って声を出している、そんな感じのね体の使い方と声の出し方だと思うんですけど、この声の出し方はですねすごく基本に忠実な声の出し方です。なのでねベーシックな部分をですね相当鍛えてるんじゃないかなというふうに僕は推測します。じゃあ次いきますよ。甘い声ですね。この部分はおそらく明るい表情で鼻に声を入れてるんじゃないかなっていうふうに思います。もうちょっとで全て溶けてしまうだろう、こんな感じの明るい響きですかね。今先ほど説明した感じでですね声を出してみたんですけど、やっぱりね生まれ持った声質が違うのでそっくりにはならないんですけど、雰囲気こんな感じじゃないかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ちょっとだけ胸腔使ってるかな。もうちょっとで全て溶けてしまうだろう、こんな感じかな。今の方が近いかもしれない。次いきますよ。いい
いね。同じフレーズでね、全く違う声質が来るっていうのはね、こうね、シーンがガラッと変わった感じがして素敵ですよね。で、前半が神宮寺さんで、2回目が岸さんかな。岸さんの方は今度鼻中心ですね。もうちょっと冷静にはなれそうにないかも。こんな感じかな。でもこれあれかな、前半も後半も2つとも神宮寺さんが歌ってんのかな。ちょっとね、ごめんなさい。アイリーズの皆さん、またヘルプをお願いします。前半が神宮寺さんで、今聞いたところが岸さんなのか、それとも前半も後半も神宮寺さんなのか、ぜひコメントで教えてください。すいません。今の声ね、すごくこう鼻の使い方が個人的には特殊だなと思って、鼻を結構使ってるんですよ。もうちょっとっていう感じで使ってるんですけど、鼻声のニュアンスがそこまで出ていないっていうね。鼻の空間をちょっとこう広めに使うみたいな感覚なんですけど、これをこういう風なイメージで出してしまうと鼻声の響きが出てきてしまうんですよね。もうちょっと冷静にはみたいな。でもこう横に広げるみたいなイメージで鼻を使うと、もうちょっと冷静には感じで鼻声のニュアンスが消えるんですね。なのでね、今のフレーズはさっき言ったこう横にね、こう鼻の響きを使ったようなイメージで歌ってると思います。じゃあ次いきますよ。今はね、この掛け合いのところね、いいですよね。今回は平野さんが先に歌ってるシーンかな。もう一回聞いてみましょう。いいね。R&B も素敵ってすごいですね。すごくね、こうゴリゴリ系もかっこよくて、R&B はすごく素敵で、もう何でもいけちゃうグループですね。次いきますよ。ここもね、ウィスパーボイスっていうよりも平野さんの元々の声質なのかな。このね、息が混ざってるハスキーな雰囲気、もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですね。やっぱりこういう個性がある声質っていいですよね。一回聞いたら忘れないですもんね。いやー、素晴らしいです。次いきますよ。こっからドラマが始まるのかな。なんか意味深ですね。このミュージックビデオの最初のオープニングのところと何かつながってんのかな。次いきますよ。どういうことだ。どういうことだこれは。どういうことだ。顔が隠されているところも気になりますよね。どんな意味があるんだろう。続きいきますよ。答えは出るのか。取る。何。どうしたどうしたどうした。今ちょっと仮面を取ってこうね、女性がこう動いた瞬間、僕ビクってなったんですけど、軽く動画ではね分かりにくいと思うんですけど、ちょっとね怖かったですね。続きいきますよ。何。どうしたどうしたどうしたんだ。どうしたどんな意味があるんだここには。さあ考察が始まるぞ。これはちょっとね動画内でやることじゃないですね。続き見ていきますね。何これ。これはイメージの中の話ってこと。現実ではなくてってことかな。どうなんだろう。続きいきます。無音。曲が始まりましたね。これは意味深だね。稲妻のミュージックビデオのリアクション動画の時だったかな。コメントでね、ナンバーアイのミュージックビデオの魅力の一つとして考察ができるっていうところですっていう風なねコメントいただいたんですけど、今ねそれがすごくよくわかりましたね。これどういう意味があるんだろうってね、ついつい考えちゃいますね。続きいきますよ。優しい岸さんの声。これ鼻ですね。鼻に声を入れてウィスパーボイスを歌声にプラスしてあげるっていう声質ですね。続きいきますよ。もうエンディングって感じかな。いいね。
この表現方法 R&B でよくあるっていうか、すごくね王道な表現なんですけど、でもこれがね一番かっこいいっていう表現。メインメロディーが下でいる中で上でこうフェイクで盛り上げるっていうポイントですね。もう一回聞いてみましょう。ここはね岸さんのこの「Once again」ってところ、ここだけではないんですけど、こういう風にメインメロディーとフェイクがここでうまく絡むっていうね表現の仕方がねめちゃくちゃねかっこいいんですよね。続きいきますよ。このままこうねメインメロディーとフェイクの絡みで続いていくのかな。僕ねこのね表現すごい好きなんです。バンドの後はですね、僕はね R&B にドハマりしちゃって、ほんとこういう曲大好きなんですよ。次いきますよ。フェードアウト。終わっちゃうんだ。一回止めます。ここで終わりか。曲はここで終わりなんだよね。動画がね40秒ぐらいあります。また考察が始まるのかな。見ていきますよ。どうなる？何もないぞ何もないぞ。どんどんねカメラがこうナンバーアイの3人をこれ撮ってこうどんどん引いていく映像が今のでだいたい6秒ぐらいありましたね。続きいきますよ。まだね30秒ぐらいある動画。暗くなってどうなる？Blow Your Cover。女性が踊ってますね。もうエンディングって感じなのかな。エンディングでこうやってねメンバーが踊ってる姿じゃなくて女性が踊ってる姿でこれエンドロール迎えるってなんかすごい新鮮ですね。で出てくるのかな3人。ちゃんとね名前もねこうやってね載ってね。このまま終わりそうですね。とりあえず最後まで見てみますね。いきますよ。そのまま終わりました。そっか、すごく新鮮ですね。いやー、すごくいい曲でしたね。Blow Your Cover、めちゃくちゃいい曲。そしてやっぱりアップの曲とは3人が3人ともね違う声で世界観を表現していて、また違った色のナンバーアイが見れたかなというふうに思います。こうやってねいろんな曲に挑戦していっていろんな表現に挑戦していくナンバーアイ、素晴らしいボーイズグループなんじゃないかなというふうに思います。僕もね少しでもナンバーアイの魅力を多くの方に伝えられるように動画でねこうやってどんどん紹介していこうと思いますので、アイリーズの皆さん今後ともよろしくお願いします。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、こちらもアイリーズの方からコメントでですね教えていただきました。昨日公開されたナンバーアイ稲妻ハイパーバンドライブ MV でいいのかな、こちらを見てリアクションをしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ今回でナンバーアイのリアクション動画3本目ですね。1本目の稲妻ミュージックビデオ、そして2本目のゴート、そして今回の稲妻のハイパーバンドライブということでですね、やっぱりねミュージックビデオとは違う魅力があると思うんです。バンドライブってここね2曲ナンバーアイの楽曲を聴いた感じ、僕個人的な意見としてはバンドでめちゃくちゃ進化を発揮するんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。それぐらいねかっこいい魅力が溢れていますよね。今回どのような動画なのか見るのが非常に楽しみです。今回リアクションする動画まだ見ていない方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。そして先日のゴートの時にですね、歌声解説動画とかいかがですかっていう風な質問を動画のですね冒頭でアイリーズの皆さんにお伝えしたんですけれども、いろんなご意見いただきました。歌声解説見てみたいっていう意見が一番多かったんですけど、中にはリアクション動画と歌声解説両方見たいとか、リアクション動画を見てから歌声解説動画を見てみたいっていうね風な意見をいただきました。なので僕的に考えて今までのリアクション動画の内容をベースとして歌声についての解説を
今まで以上に細かいような動画の内容にしていきたいと思います。そしてどの曲で今言ったような内容の動画公開するかというと、こちらもねリクエストいただきましたBlow Your Cover、 こちらの曲まだ聴けていないんですけれども、アイリーズの方からねコメントで R&B な感じで歌声がとても素晴らしい楽曲ですっていう風なご紹介をしていただきまして、こちらだったら歌声の解説も伝えやすいかなと思いましてですね、Blow Your Cover、 こちらをチョイスしました。明日のですね夜8時に動画公開を予定していますので、気になる方はですねぜひチャンネル登録してお待ちください。鶴さんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きなラポネ所属アーティストと、現在私鶴さんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速ナンバーアイ稲妻ハイパーバンドライブ見ていきたいと思います。おい、うわーかっけえいいね、一回止めます。いやーやばいね、もう最初からもうねこの音の圧力がすごすぎる。やっぱねバンドライブっていうのもかっこいいですね。続きいきますよ。わ、たぎる。あ、これいいね。最高にかっこいいじゃないですか、アイリーズの皆さん。こうドラムのねデグ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 みたいな、こうねだんだんこう盛り上がっていって、こっから行きますよみたいなね。でうっすらとなんですけど、ギターの音でジェット機の音みたいな、そういうエフェクターって言われる音を加工する機械があるんですけど、そのねジェット機みたいな音がねまたこう盛り上がってくるような雰囲気がねありますよね。続きいきますよ。いやいいね、こういう感じ。うわ超かっこいい。あ、こっから来んのかな。今平野さんがなんか歌いましたね。すいません、中途半端なところで止めてしまって、ちょっと戻してね聞いていきましょうかね。さあ行きますよ。もうねテンションが上がりすぎてね、またねすいません、いつものようにね細かく止めてしまうと思うんですけど、その時その時のね感情を伝えたくなってしまうかっこよさありますね。じゃあ行きますよ。あ、かっこいいかっこいいかっこいいね、かっこいいね。皆さんなんかミュージックビデオの時よりも声質がね強めな感じがしますね。やっぱりミュージックビデオの音源はこう繰り返し聴けるような感じでちょっと抑えめにしたのかな。今回はねハイパーバンドということで、もうバンドのノリに思いっきり声の強さを合わせてる感じしますよね。いやー凄まじいかっこよさ。続きいきますよ。やっぱかっこいいね、ズマズマ。ここのねズマズマのポイントなんですけど、すごくね話題になってるフレーズだと思います。でこうバンドのねライブの状態で聞いてみると、バックのねギターの音めちゃくちゃ激しい、もうゼーみたいなすげえ激しい音じゃないですか。もしかするとこの音を声で表現するようなニュアンス、そういった意味合いも含まれてるのかなというふうに思いました。これはねボーカル用語ではスキャットって言います。スキャットっていうのは何かっていうと、楽器だったり打楽器、主に打楽器なんですけど、これをね言葉を使って表現する歌唱法をスキャットって言います。20年ぐらい前にねスキャットマン・ジョーンさんっていう方がいらしたんですけど、もう歌詞を歌わずにですね、もう一曲の大部分をスキャット、ピーパパパラポとか、こういう言葉を使ってね歌を歌う歌い手さんがいたんですけど、そういう感じですね、スキャットっていうのは。あとシャバダバとかドゥワとか、そういうのでこうコーラスやったりするじゃないですか。あれもねスキャットです。多分ねズンマズマのところっていうのは激しいギターのサウンドを声で表現してるっていう意味合い、僕はねあると思います。いやーめちゃくちゃかっこいい。続きいきますよ。
あ、いいね。ここでね、岸さん登場ですよ。皆さん。いや、もうね、思わずね、ニコニコしちゃいますよね。めちゃくちゃね、かっこよすぎて、もうにやけちゃうっていうかね。いやー、気持ちがたぎりますね。これは楽しみにしててよかったです。続きいきますよ。このね、岸さんがメインで歌って、このね、3人同時で歌うポイント。こういうのもかっこいいですね。合いの手って言っていいんですかね。こう、岸さんがこう来て3人で歌ったポイントでこうバーンとこうね、音のね、圧力が強くなるっていうかね、すごいかっこいいですね。次いきますよ。もう素晴らしすぎるね。これはね、素晴らしすぎますよ。稲妻のね、歌声について詳しく知りたい方はですね、僕が一番最初にナンバーアイのリアクション動画公開した、それがね、稲妻のミュージックビデオの方なんですけど、そちらの方に歌声についてもね、多く触れているので、気になる方はね、そっち見てください。今日はね、もう純粋に楽しんでいきますからね。続きいきますよ。やっぱりいいね。神宮寺さんの声ね、こう、いい意味で、スタンダードな声質っていうかね、すごく聞きやすい声質。なんかね、こう、温かみがあるっていうかね、岸さんのね、声がこう、アグレッシブな感じできたら、神宮寺さんの声は、こう、落ち着ける要素っていう風にね、このね、メンバーのね、歌声がこう、変わった瞬間のメリハリが、僕はね、ナンバーアイの魅力の一つなんじゃないかっていう風に思ってるんです。続きいきますよ。ほら。ほら。こっからね、平野さんが来るわけね。で、今ね、ちょっとだけ平野さんの歌聞こえましたけど、こう攻撃的でね、かっこいい歌声。で、全体的に、やや音域は低めなのかな？そこがね、またね、男らしい感じがしますよね。歌い出しの最初から戻して聞いてみますよ。ほら。ね、この声のね、変化がすごいですよね。このね、前のグループから今回のね、これ本当に僕びっくりして。で、しかも全体的に声にダミ声が入ってるんですよ。この、っていうね。ララ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 みたいな感じの声が入ってるんですけど、前のグループの時はこんな声使ってなかったですよね。僕が知らないだけかな、こういう声のね、イメージがなかったから、最初にね、稲妻のミュージックビデオでね、この声聞いた時に、ね、すごいびっくりしたんですけど、めちゃくちゃかっこいいですよね。続きいきますよ。そうそう、ここね、すごいこう、全体的に音を切ってグルーヴ感って言って、バンドと歌の一体感、そしてノリのことをね、グルーヴ感って言うんですけど、ここがね、すごいんですよ、岸さんのね。で、やっぱりね、ライブパフォーマンスだから、ミュージックビデオにね、さらにこのノリが出ていますよね。もう一回戻してちょっと聞いてみますね。いや、楽しいですね。今回も楽しいですね。ナンバーアイ最高ですね。いきますよ。ほら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 。で、リズムがタッ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 タっていう、これね、音楽用語では3連符って言います。1、2、3、4。このカウントの中に3つずつ音が入っていくんです。タタ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 。これを一音一音をね、すごく短く切って岸さん歌ってるんです。タタ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 みたいな、もうね、大げさにやるとこのぐらい。で、この音を切るからこそ、このね、ガッガッガッっていうね、すごいかっこいいニュアンスが出てるんですよね。次いきますよ。これね、ライブ会場で見たいですね。絶対盛り上がりますよね。で、音が鳴ってるところと音が鳴ってないところのこのね、差が激しいですよね。この楽曲の中での。で、音が鳴ってないところね、ブレイクって言うんですけど、ブレイクになった瞬間もこうグッてね、耳が引きつけられますし、で、ブレイク後の音が入る一発目のアクセント、ここもめちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。本当だよ。本当だよ。一瞬で虜さ稲妻、本当だよね。ナンバーアイのリアクションして一番テンションが高いかもしれないですね。もう本当にもうかっこいいです。本当大好きです、ナンバーアイ。次いきますよ。来た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 。
ここやっぱりね中毒性半端ないですよね。ズンマズンマ、ここね。でやっぱりね激しいギターの音を声で再現するために全体的にダミ声が入ってますよね。ズンマズンマみたいな感じのね、ちょっと今やりすぎたかもしれないですけど、この声の使い方もかっこいいし、こうねタッタッタタッタッタみたいな感じのリズムもかっこいいしね、もう本当に稲妻ってかっこいいが詰まってますね。続きいきますよ。ズンマー、最後ねこう息の音に変わってましたよね。もうね声質のコントロールも一級品ですよね。続きいきますよ。あ、照明が稲妻、かっけえ。かっこいいね。なんか曲の雰囲気もすげえかっこよかったですね。今照明も稲妻で曲の雰囲気もなんかこう神秘的っていうかね、そんな感じの雰囲気でしたよね。続きいきますよ。いや超かっこよくない？あれこれ原曲とアレンジ違いますよね。やっぱバンドアレンジっていうことでところどころ変わってるのかな。すいませんね、まだ聞き込めていなくて原曲がねどのような楽器構成なのかっていうところまでちょっとね把握できてないところが今回ね皆さん大変申し訳ございません。でもここミュージックビデオとアレンジ違いますよね。あれ僕の勘違いかな。ここのねバンドの雰囲気僕めちゃくちゃ好きです。続きいきますよ。いいね、すごくいいね。なんかハードロックバンドみたいなアレンジですね。僕もともとバンド畑で前も言ったかな、アマチュア時代ね3年ぐらいバンド活動してたんです。でその時はロック系のねロックポップって言ったらいいのかな、ちょっと軽めのロックみたいなジャンルだったんですけど、でも僕はねハードロックとかヘビメタとかねそういう激しい系のねバンドの曲を聴くのがものすごい好きだったんです。だからね今回のね稲妻のアレンジすごい僕の好みドンピシャなんですよね。若い頃思い出します。続きいきますよ。あ、いいね。ランバダって懐かしいですよね。多分ね伝わる方多いと思うんですけど、昔ねランバダのダンスってね流行りましたよね。今の平野さんの声なんですけど結構鼻に声入れてますよね。僕がやるとそんなかっこよくならなかった。ダメだな、あんなかっこいい声出ないな。なんかこう鼻声のニュアンスがちょっとだけ入ってるっていうかね、そこが声の個性になってめちゃくちゃかっこいい、超クール。続きいきますよ。ほら今ちょっとね短いフレーズだったんですけど鼻に入った声のニュアンス伝わりましたかね。ちょっとだけ鼻声っぽいっていうかね、これがねここにあるね鼻腔共鳴っていう声が響くポイントをうまく使った時の声なんですね。続きいきますよ。やっぱりねこのねブレイクのところで今はね岸さんの歌声だけ残ったじゃないですか。こういうポイントがねめちゃくちゃ僕好きです。続きいきますよ。この声いいね。すごくね洋楽のハードロックバンドのラップ担当のボーカリストの声みたいな質感ですね。この声でもうちょっと高くなると昔ねすごく人気だったレイジー・アゲイスト・ザ・マシーンっていうねラップ系の、当時ねミクスチャーって言われる音楽ジャンルだったんですけど、今だとなんだろうな、ヘビメタとかに該当するのかな。そういうね激しい系のバンドですごく特徴的なね声で歌うボーカリストがいたんですけど、今の岸さんの声ねなんか雰囲気がね似てるかなっていうふうに思います。気になる方はねレイジー・アゲイスト・ザ・マシーン調べてみてください。続きいきますよ。すごいね。子音の発音の仕方がめちゃくちゃ強い。日本語なんですけど英語並みにね子音が強いんですよね。この子音を強く出すことによって歌声って一気にかっこよくなるし、一気にねリズム感が強くなるんです。いやめちゃくちゃ歌の知識ありますね岸さん。さすがね声質が200種類って言われてる男なだけありますよ。いや尊敬しますね。次いきますよ。いやかっこいいね。
いや本当に前のグループから想像できないパフォーマンスと声ですよね。すいませんね、なんか何回も同じようなことを言ってしまって。それぐらいね、僕の中ではね、衝撃的なんです。これね、いい意味でね。めちゃくちゃかっこいいですよね。続きいきますよ。あ、静かなポイントでね。お、神宮寺さん、お、一回止めますよ。何が来るんだろうね。何が来るんだろう。楽しみだね、これね。またね、ちょっとね、神秘的なっていうか、神秘的なっていうよりちょっとミステリアスな雰囲気かな。どういう風にね、曲がこう進んでいくんだろう。気になりますね。いきますよ。わあ、かっこいいね。なんか咳払いしましたよ、平野さんが。なんか激しいのが来るのかな。歌を歌う人ってね、咳払いをした後にやっぱりこうなんか歌の見せ場みたいなね、そういうのがあったりするので、こっから来んのかな。楽しみですね。すいませんね、本当に何回も何回も止めちゃって。もうね、気持ちを伝えずにはいられないです、アイリーズの皆さんに。じゃあ行きますよ。お、ここすごいね。皆さん気づきましたか？ギターのゼゼゼンゼンゼンっていうリズムとラップのリズムが同じなんですよ。いや、ここに合わせてくるんですね。ここに合わせてるっていうのはギターがラップに合わせてるのかな。もともとラップのリズムで決まってますもんね。にしてもね、ここ合わせてくるっていう発想がすごい。これもおそらくナンバーアイのメンバーのアイデアでこういうアレンジになったってことですよね。いや、音楽知識半端ないですね。続きいきますよ。わあかっこいい。いやー本当にね、今回でナンバーアイのリアクションも3回目なんですけど、もうリアクション中半分ぐらいはかっこいいしか言ってない気がする僕。でもきっとアイリーズの皆さんならこの気持ち分かってくれますよね。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。続きが気になりますね。いきますよ。ウェイセーフマッサーねセーキマッサーねみたいな。ごめんなさい、今なんかなんちゃって英語っていうかなんちゃって歌詞で歌っちゃいましたけど、今高いところはねミックスボイスって言って裏声と地声の中間の声ですね。すごくねこういい意味で気になる声だったので真似したくなっちゃいました。あそこまでね切れ味のいい声質はねやっぱ初見ではできないですね。いやすごいな。続きいきますよ。うわ激しいね。後半でこうマックスに持っていく感じかな。続きいきますよ。うわうえい、今の声は神宮寺さんかな。間違ってたらすいません。いやこんな声も出せるんですね。すごいパワフルなハイトーンでもしっかりと体の響き、ここにね肺の中胸腔共鳴っていう声が響くポイントがあるんですけど、こっちの響きをメインで使うと高い声でも高く聞こえないっていうね不思議な現象が起こるんです。神宮寺さん今ねその声の出し方を使っていたんですけど、声の出し方的にはミックスボイスなんですよ。いやすごい声の使い方。いや感動しました。続きいきますよ。あれ違ったかな。ごめんなさい、ちょっとねメンバーの入れ替わりが今ね激しいポイントだったので、さっきの声はキスさんかな。アイリーズの皆さんコメントで教えてくださいね。ごめんなさいね。続きいきますよ。あいいね。この圧力と一体感やばくないですか。最後でね一番かっこいいのが来たっていう風に僕は今思ってるんですけど、いやたまらないね。続きいきますよ。かっこいいね。やっぱ後半ね盛り上がってくるってのはたまんないですよね。歌も盛り上がってるしバンドのサウンドもねこうすごい盛り上がってますよね。続きいきますよ。このね一体感やばいですね。めちゃくちゃね決まってますよね。次いきますよ。いやもうねかっこよさが押し寄せてくる。いやすごい勢いだ。いや冷静に考えるとね動画でここまでね
音圧の圧迫感というかライブ感というか、それが伝わってくるってすごすぎますよね。本当にライブ会場で見てるんじゃないかっていうぐらいの勢い感じますよ。続きいきますよ。また微妙なところで止めてしまいましたね。ここで終わりかな。すいません、ちょっと戻してもう一回聞いてみますね。ごめんなさい。なんかね、止めるタイミングがいつも良くないですね。いきますよ。そうそう、この声いいよね。やっぱりね、そう、終わりだったね。いや、もうズバッて終わってね、めちゃくちゃかっこいい終わり方でしたね。今回も汗だくです。ナンバーアイ稲妻ハイパーバンドライブ見ていきました。いやもうやばいね。めちゃくちゃやばいね。もう感想は一言、かっこいい、これしかないですね。で、細かくね、音楽的に聴いていくと、ここでこの声を使ってとか、このリズムの使い方すごいなとか、そういうふうな言葉にはなるんですけど、もうね、音楽的な聴き方を忘れてしまって、純粋にファンとして最初から見てみたいっていう風なね、耳の状態にいつの間にかなるんですよ。今実際僕がそうだったんですけど、だから多分ね、リアクション中、本当にね、感想しか言ってなかったところが多いと思います。かっこいいとかね。やべえなとかね。なんかそういう風に言ってたところがすごく多かったと思うんですけど、もうそのぐらいね、無我夢中にさせてくれる魅力がナンバーアイの稲妻にはあると僕は思いますよ。いや、もっともっとね、多くの人にナンバーアイ稲妻のこの魅力と凄さ、そして音楽のパワー伝わっていけばなっていうふうに思います。僕も今後ね、できる限りナンバーアイの魅力を一人でも多くの方に伝えられるようにリアクション動画どんどん公開していこうと思うので、アイリーズの皆さん、今後ともぜひよろしくお願いします。それでは今回の動画は終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。